気持ちいいですか？彼女の声が耳元で優しく響き、その声には不意に心が動揺した。彼女は俺の全身をタオルで隅々まで丁寧に拭いてくれていた。竹彦はこの質問がどちらの意味であるのか理解できなかった。俺は小さな会社を経営している。自分で言うのもなんだが、かなりのワンマンだ。だが今、俺は完全に他人の手を借りずにはいられない状況に置かれていた。車の事故に遭い、両手両足を骨折した俺の入院生活は、早20日が経過した。当初のうちは、家族や友人も見舞いに来てくれたが、2週間も経つと妻すら見舞いに来ない。しかも妻は明日から海外に旅行に行くそうだ。まあ、俺も自由に生きてきたから何も言えない。だが、全く動けずに個室に一人でいると、さすがに孤独に押しつぶされそうになる。他の看護師は流れ作業のように俺の世話をする中、斉藤明子さんだけは何かが違った。彼女の優しさ、気づきは他の誰にもない温かさがあった。それは単なる義務以上のもので、彼の存在を認め、尊重してくれるかのようなものだった。明子は食事の介助から日常の細かい世話まで、すべてにおいて丁寧に行い、さらに病室の前を通るたびに、一言優しい言葉をかけて慰めてくれた。そんなある日、俺は我慢できないほどのかゆみが体を襲い、コールボタンを押した。その日の夜勤は明子だった。彼女は嫌な顔一つせず、俺の背中をそっとかいてくれた。彼女の手が触れるたびに、いつも以上にその優しさを感じた。だが、なぜかかゆみはなかなか収まらず、その後何度も彼女を呼び出す羽目になった。5度目のコールの時でも彼女は嫌な顔を見せずに、体を拭きましょうかと提案してくれた。部屋の中はほんのわずかな光だけが灯っていた。彼女は異常なくらい丁寧に、そして隅々まで時間をかけて拭いてくれた。彼女の手が優しく俺の体をなぞるたびに戸惑いに満ち、緊張が全身を走り抜けた。だが、その触れる感触が予想外にも心地よく、俺の体は混乱していた。この状況に自分でも驚くほどの恥ずかしさと興奮が交錯していた。そして最後に彼女は、気持ちよかったですかと耳元で優しく囁いた。その声には慈愛や深い愛情がにじみ出ており、心奪われながらも、俺はただ戸惑いを隠せずに、ありがとう、としか返答できなかった。義務感から丁寧に拭いてくれたのか、それとも別の意味で言ったのかはわからない。部屋から出ていく彼女の目は、仕事を超えた何かを訴えかけるような深いものがあった。それは切なさや未練、あるいは別の意味のようにも感じられた。